こんにちは、ジパング55のタカです。今私は滋賀県にある近江神宮に来ております。今回は滋賀県の絶対行きたいおすすめ観光スポットをご紹介したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。今回はこちらの観光スポットをご紹介します。ご自身が必要だと思う場所まで概要欄から飛ばしてご視聴ください。青色のマークがご紹介する観光スポットで、ハートのマークが琵琶湖マリオットホテルの位置になります。滋賀県は琵琶湖の周りに多くの観光スポットがあります。1日で全部を回るのは時間的に厳しいです。エリアを絞るか1泊以上で回った方がいいと思います。今回は琵琶湖南部と東側を中心にご紹介します。最初にご紹介するのは近江神宮です。天智天皇を主催神として祀っており、百人一首の最高峰、名人、クイーン決定戦の舞台としても有名ですね。場所は大津にあり、京都駅からも電車で30分ほどの距離にあります。創建は1940年で、天智天皇の即位1300年を記念して創建されました。神社としては比較的新しいかもしれませんね。天智天皇は都を大津京、現在の大津市に遷都し、日本で初めて時計を使って時間を知らせた天皇です。その功績から時計の祖としても信仰されています。そのため宝物館には時計館もあるようです。朱色の門がとても綺麗ですね。主催神である天智天皇は百人一首の最初の和歌に登場します。天智天皇、時間、文化のつながりを重視し、神宮側も積極的にカルタ文化の振興に取り組んできたことから、百人一首の聖地となっているそうです。最近では、ちはやふるという漫画原作の映画、ドラマでも一躍有名になりましたね。競技カルタの全国大会が行われる近江館学館は、一般の方も入ることができます。中にはちはやふるのキャストのサインなどが飾ってありました。2階に試合会場があるそうです。今日は実際に試合が行われているそうなので、見学は控えました。競技カルタを行っているような写真を撮れるスポットもありました。ドラマで使用された看板も飾られていました。ファンにはたまらない聖地ですね。グッズなども販売しているので、よかったら立ち寄ってみてください。神社の近くには甘味処もあったので、休憩にも使えそうです。百人一首の世界をぜひ味わってみてください。続いては世界遺産の延暦寺です。滋賀県の南部にあり、京都駅から直通バスも出ています。車で向かう場合は、有料の比叡山ドライブウェイを通って向かう必要があります。途中展望台も多いので、綺麗な景色を見ながら比叡山を登ることができます。延暦寺とは、比叡山の山内にある1700ヘクタールの境内地に点在する約100ほどの道宇の総称です。山内を地域別に、東を東道、西を西東、北を横川の3つに区分しています。今回は時間がなかったので、東道のみ訪れました。全部回ると半日以上かかるので、時間に余裕を持って訪れた方がいいですね。料金は1000円でした。国宝殿も合わせると1500円です。入り口付近ではお土産も販売していました。道の途中には延暦寺にまつわる様々なお話が書いてありました。延暦寺は最澄が比叡山に建てた一つの草案が始まりです。最澄は中国で学び、帰国後に天台宗を日本に伝えました。鎌倉仏教の開祖たちである法然、親鸞、栄西、道元、日蓮なども若い頃に比叡山で修行をしました。1571年に織田信長によって比叡山焼き討ちが行われ、ほぼ消失してしまいます。
江戸時代に入って再建が進み、今に至ります。東堂には大講堂、阿弥陀堂、法華総寺院東堂、文殊楼などがあります。大黒天信仰の発祥の地と言われている大黒堂などもあります。近くに紀貫之のお墓もあるようですね。延暦寺にゆかりのある妖怪なども紹介されていました。延暦寺では東堂、西堂、横側にそれぞれ中心となる仏堂があり、これを中堂と呼んでいます。東堂の根本中堂はその最大の仏堂であり、延暦寺の総本堂となります。現在は10年間の改修中で、外観は見れませんが、中は見学できました。ご本尊の前には、1200年間灯り続けている不滅の宝塔も安置されています。延暦寺にはいくつか食堂もあり、訪れた方が食事もできるようになっています。私は比叡山和労働店を訪れました。蕎麦をメインで提供しており、お値段もそんなに高くはありませんでした。今回は比叡山蕎麦を注文しました。山菜が中心に入っており、美味しそうですね。味は意外に美味しく、量も結構ありました。比叡山には、他にも眺望が良いテラスのお店や、甘味処などが複数あるので、よかったら立ち寄ってみてください。続いてご紹介するのは、琵琶湖博物館です。琵琶湖南部にあり、近くには前回動画でご紹介した琵琶湖マリオットホテルがあります。常設展示のみであれば、大人1人840円です。琵琶湖の成り立ち、生き物、環境、そして湖と人間との関わりを、自然科学、人文科学、民族学など多角的に展示しています。あまり見ない淡水湖専門の総合博物館で、大人から子供まで楽しめます。館内にはレストランもあり、食事ができるようになっていました。ミュージアムショップもあり、グッズが販売しています。T シャツやぬいぐるみなどが販売していました。1階には淡水魚を中心に展示している水族展示室があります。2階から3階に琵琶湖の歴史や周辺の生活を展示しています。琵琶湖の歴史展示では、琵琶湖の成り立ちなどが分かりやすく展示されていました。琵琶湖はもともともっと南にあり、どんどん北上してきたみたいですね。実際の地層や周りから発掘された化石などを見ることができて、とても迫力がありました。琵琶湖も長い歴史の中で様々な形に変わっているようですね。琵琶湖は車で一周するのに5時間、歩いて5日から6日かかるようです。固有種がおり、10万年以上の歴史を持つ古代湖は世界に18しかないそうです。そのうちの一つが琵琶湖です。琵琶湖内にもいくつか内湖がありましたが、埋め立てや田畑の開拓によりなくなったそうです。琵琶湖周辺の暮らしや文化を展示しているエリアも興味深い内容が多く、勉強になりました。実際の道具などが展示されており、当時の生活がよくわかりました。様々な名産品を船で運んでいたようですね。周辺に住んでいる生き物の剥製などもあり、迫力がありました。水辺の生き物の展示では、実際に琵琶湖に住む魚や淡水魚の展示を行っていました。全長10メートル超のトンネル型水槽もあり、迫力がありました。チョウザメの水槽もあり、餌やりなども見ることができました。こちらもなかなか大きくて迫力がありましたね。他にもいろいろな生き物を見ることができるので、楽しめると思います。博物館とは思えないほどいろいろいたので、
水族館がセットになっていると考えてもいいかもしれませんね。いろんな淡水魚を楽しんでみてください。子供から大人まで楽しめる施設なので、ぜひ訪れてみてください。続いては彦根城です。琵琶湖の中ほどにあり、大津駅から電車や車で1時間ほどの距離です。彦根市のゆるキャラであるひこにゃんにも会えるようですね。江戸時代から現存している貴重な木造12天守の一つです。その中でも国宝指定の城は日本に5つだけで、彦根城はその一つです。彦根城の入場料は1000円で、博物館のセット券は1500円です。博物館には井伊家の甲冑、書画、調度品などを展示しています。ちょうどひこにゃんの登場時間にかぶったので、見ることができました。初めて生で見たのですが、動きが可愛らしかったですね。皆さんも時間があれば見てみてください。天守閣までは山登りのようで結構大変でした。彦根城は関ヶ原の戦いの後、徳川家康の家臣井伊直政が近江の大名として入藩し、徳川幕府を支える拠点として築城が始まりました。工事は1604年に始まり、1622年に完成。安土城や大津城などの部材を再利用して建てられたとされています。明治維新までの約250年間、譜代大名を井伊家が彦根藩主として治め続けました。幕末の大老井伊直弼もこの城で生まれています。天守閣に行くまでに彦根城天秤の地方鐘、太鼓門炉などを見ることができます。こちらが天守閣です。中には木造の階段や柱がそのまま残っており、当時の雰囲気を体感できます。天守閣の展示物は少なかったですね。桜田門外で暗殺された井伊直弼の木像もありました。天守閣の階段はかなり急でしたね。天守閣からは彦根市を一望できます。奥にはお城の庭園である玄宮園も見えますね。琵琶湖も見えるので、綺麗な景色を眺めてみてください。お城のチケットには玄宮園もついていました。彦根藩第4代藩主井伊直興が築堤しました。中央に大きな池を配し、周囲に築山、標、石、樹木を配置しています。お城からは少し離れていますが、合わせて訪れてみてください。お城の近くには飲食店やお土産店が立ち並ぶエリアもあります。佃煮やアイス、漬物などいろんなお店が営業しています。お城に来たついでにこちらで街歩きしてみてもいいかもしれませんね。続いてご紹介するのはラコリーナ近江八幡です。和菓子やバームクーヘンで有名な種屋や洋菓子のクラブハリエが運営する施設です。場所は琵琶湖の東側にあり、彦根城と琵琶湖博物館の間にあります。施設では焼きたてのバームクーヘンなどがいただけます。メインショップの屋根は全面芝生になっており、なかなか見られない光景になっています。季節によっても見え方が変わるようですね。建物は円形状になっており、中庭には稲か何かが植えられていました。周りの建物に工場やギフトショップが入っています。バームクーヘン作りも近くで見ることができました。出来たてのバームクーヘンはカフェで食べることができます。熱々のバームクーヘンが食べれるのは嬉しいですね。お値段はバームクーヘンで750円です。
ただかなり混雑しているので、休日に訪れる際は並ぶことを覚悟した方がいいですね。並ぶ時間がない人は焼きたてのバームクーヘンも販売していたので、こちらを購入してもいいかもしれません。私が購入した時はまだほんのり暖かかったです。いろんなタイプのバームクーヘンが販売していたので、お土産で購入してもいいかもしれませんね。バームクーヘン以外にもいろいろな洋菓子やカステラなども販売しています。種類も多かったですね。ご自宅用やお土産などで購入してみてください。最後にご紹介するのは長浜黒壁スクエアです。場所は琵琶湖の東海岸の北部にあり、大津駅から長浜までは電車で1時間ほどの距離です。明治時代の建物や町屋が立ち並び、黒漆喰の黒壁の景観とアート、グルメ、雑貨が融合した人気スポットです。約20棟以上の歴史的建物をリノベーションし、お土産店や飲食店として営業しています。明治33年築の銀行を改装した建物では、綺麗なガラス製品などを販売していました。他にも滋賀名物の焼きサバそうめんのよかろうという店もあります。嫁いだ娘のもとへ、娘を案じる親が焼きサバを届ける風習があります。その焼きサバとそうめんを合わせて作る焼きサバそうめんは定番の郷土料理だそうです。今回私は山本や魚浜で名物のビワマス料理を食べたいと思います。場所は長浜黒壁スクエアの入り口付近にあるお店です。休みの日は混雑しており、予約などもできるようなので、訪れる日が決まっている方は予約がおすすめです。私は開店の少し前に来て名前を書いたら、並ばずに入ることができました。店内はそんなに広くないので、予約を受け入れているとすぐに満席になってしまいそうでした。ビワマスは約200万年前にサクラマスの一部が琵琶湖に取り残され、独自の進化を遂げたとされています。一般の川や湖にはいないため、琵琶湖でしか見られない非常に貴重な魚です。このお店では様々なビワマス料理がいただけます。いろんな食べ方があるので悩んでしまいますね。希少な魚なのでお値段は少し高めです。ビワマスのお造りを注文しました。身がかなり厚く脂が乗っていてかなり美味しかったです。1枚のボリュームが大きいのでこれ一皿でも十分満足できますね。ビワマスの親子丼セットも注文しました。切り身も卵も綺麗な色をしてますね。この丼もかなりのボリュームでした。他にも付け合わせが来るのも嬉しいですね。ビワマスの卵と一緒に切り身も食べるなんて贅沢な食べ方です。量は多くないですが、ビワマスの身が厚く脂が乗っているので十分でした。人によっては少しくどいくらいかもしれません。お値段は少し高めでしたが、気になる方は試してみてください。それでは今回の滋賀おすすめ観光スポットいかがだったでしょうか。一見琵琶湖しかないように見えますが、有名な観光名所が多い県でしたね。今回だけでは紹介しきれないほど魅力がいっぱい詰まった県でした。皆さんもぜひ訪れてみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。